皆さんこんばんは。人間バラスポットアキラのスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はですね、あまり知られていない神様があなたに話しかけている時のサインということでお話ししていきたいと思います。このチャンネルではですね、スピリチュアルをもっと理解して直感力を高めていきまして、超ミラクルな人生を引き寄せる、そんなコツをお話ししていきますので、興味ある方はチャンネル登録をしていただき、最後まで見ていただきたいなと思います。さあ、神様ってね、皆さん興味あるし、やはりすごく高い波動を持っているエネルギーという感じがするわけなんですが、こういう神様と呼ばれるエネルギー体はですね、守護霊という僕がちょっと守護霊さんとつながってエネルギーをもらっていたり、または皆さんがよく感じられるご先祖様という人たちに比べるとですね、やっぱり少し遠くて、そして近づきがたいみたいなね、恐れ多いみたいな感じを持ってる方って多いと思うんですよ。でもですね、結構この神様っていうのは僕たちに話しかけてきてくれてたりするわけなんですね。特に神社にいる時とかは話しかけてくることが多いんですが、こういうですね、霊能者と、僕みたいにエネルギーを感じたりメッセージをもらうという人からするとですね、僕たちのこの周りにいる、そういう守護霊とかご先祖様、または自然霊、または神様というような人たちっていうのは、すごいたくさんのメッセージを毎日くれていたりするわけなんですね。で、これを、じゃあ、どうやったら理解できるのっていうと、僕みたいにですね、こういう霊性開花の勉強するとか、直感力を高めるということをやっていくと、そういうメッセージを感じたりするようになるわけなんですが、こういうふうに感じ始めるとですね、本当いろんなところからメッセージって来てるなっていうのが分かり始めるわけです。はい。そういうですね、メッセージが分かるようになってくると、今度悩むのが、これ誰が送ってきたんだろうっていうふうに考えるわけなんですね。はい。そういう守護霊が送ってきたのか、それともご先祖様なのか、それとも全然違うところなのかっていうのを分かる。そして、神様なんだこれ。神様が送ってきたなっていうのが分かる時のサインっていうのもあるわけなんですね。はい。ということで今日はあまり知られていない、神様があなたに話しかけている時のサインということで、こういうことになっている時は、神様が今話しかけてるよっていう、そういうサインを3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目。1つ目は、非現実的なことが起こるということですね。これは、あれって思うようなことが起こるっていうことです。はい。例えば分かりやすいのは、皆さん神社に行った時に、やっぱりどこからか太鼓の音が聞こえてきたり、するっていうことがあるじゃないですか。神社ではご祈祷するときにこの太鼓を叩くっていうのが当たり前なので、神社から見ると太鼓の音がするってことは普通なんですけど、でもたまたま行った時に鳴り始めるとか、ね、日常的にはこの太鼓が鳴るってあんまりないじゃないですか。やっぱりこういう時、神社で太鼓が鳴る時っていうのは本当に神様が、歓迎してくれてたりするというふうに言われていますが、こういう時っていうのを神様がよう来たな、みたいな感じで話しかけてくれたりしてる時っていうことなんですね。また、おみこしもそうなんです。おみこしもたまたま歩いてたら、おみこしが、担がれて道にあったとか、神社に行ったら何かやってたっていうこともですね、やっぱりその神様が話しかけてる、非日常的なことが起こってるっていうことでもあるわけなんですね。また、日常でもあるわけなんですよ。日常でミラクルだな、これって思うようなことが起こるとき、そのミラクルがすごく大きいときってあるじゃないですか。この間テレビを見てて、そのミラクルを見たんですけども、ある男性がですね、仕事を辞めて、どうしてもミステリー作家になりたいということで本を出されて、スーパーで、海外の人なんですけどもね、スーパーで売ってたらしいんです。でも誰一人とその本に興味を持ってくれなかった。でも、夕方ですね、ある若者が、どんなことしてるのって興味を示してくれて、じゃあ、質問していいって感じで、自分の YouTube の番組で、その人の、そのインタビューみたいなちょっと話を流したらしいんです。その人はですね、YouTube 登録者数が300人とかすっごい少なくて、全然影響力ないんですけども、なぜかその動画がめちゃくちゃバズったんですって。で、その人はすごく有名になって、そして本もめちゃくちゃ売れて、ベストセラー作家になって、いろんな国でその本が出版されたりするっていうことになったそうなんですね。こういうちょっと非日常的な大きいミラクルっていうのは神様がやっていてですね、神様が話しかけている、そういう時になるわけなんですね。はい。そして二つ目。二つ目は場所のエネルギーが変わるっていうことです。これはですね、神社とか自然の中で起こり
がちなことなんですけども、僕みたいにエネルギーを感じたりするっていう人はすごくわかりやすい、そうあるよねと思うことだと思うんですが、急にその場所のエネルギーが変わったりですね、強くなるっていうことがあるわけなんですね。で、わかりやすいのが、神社を行ってます。じゃあ、ここを回って、ここで、ちょっとこの裏手にいいところがあるんだよね、とかっていう感じのところがあります。そこを回ってたりするとですね、結構周りに人がいたのに、なんかここ、大切なところに行くと急に人がわーっていなくなった。そしてなんか風の感じも変わったっていうような時ってありますよね。こういう時っていうのは結構そこに神様が、語りかけてくれてる。何か、伝えようとしている。よく来てくれたなっていう風に言ってくれてたりするっていうことだったりするわけなんですね。はい。ですからこの場所のエネルギーが変わるっていうものにもちょっと注意をしていただきたいと思います。そして3つ目。3つ目は神様に向かい合った時に泣けてくるってことです。これね、よく神社に行く人なんかはあると思うんですが、普段は全然ね、関係なく、今日もありがとうございましたみたいな感じでなるんだけども、なんかこの神様今日も来ましたっていう感じで向かい合った時にですね、泣けてきたりっていうような感情になることが、どうしたんだろう私急にみたいなことになる時があるんですが、こういう時っていうのは神様がウェルカムしてくれてたり、僕たちに話しかけようとしてエネルギーを投げかけてくれてる、そんな時だったりするわけなんですね。これは泣けてくるっていうのはすごく強い感情として出てきてますが、それだけではなくって、例えばなんか入った瞬間に胸が熱くなるとか、または自分のですね、体が熱くなっていくような感じ、そういうものを感じる時っていうのは同じようにですね、神様が話しかけてくれてたり、エネルギーを向けてくれてたりっていうことになるわけなんですね。はい。ですからこういう何か感じた時っていうのは、神様話しかけてくれてんのかなって言って意識を向けるといいっていうことですね。このようにですね、神様が話しかけてくれてるサインみたいなものって結構あるわけですよ。で、こういう時、自分がこのサインに気づいたらですね、何か言ってくれてるんだ、神様何ですかっていうような聞いたりですね、意識を向けるといいということですね。そうするとメッセージがポーンと降りてきたり、または、これ、神様、なんか言ってるよね、何ですかって言ってちょろちょろ見てるとですね、周りの看板に、そこだ、行けとか書いてたり、もうあなたは大丈夫とかって書いてたりするわけです。それがまさに神様が伝えてるメッセージだったりするっていうことなんですね。はい。そういうふうに思うと、この3つのサインが来た時ちょっと楽しみじゃないですか。ぜひ皆さんも日常このサインに気をつけて神様と会話を楽しんでいただきたいと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてこういう今日お話ししてるですね、神様の言葉、神様が何を言ってるのか、神様がこっちになんか言ってるっていうことを気づきたい。そんな人はですね、直感を訓練したりですね、霊性開花というのを進めていくことがおすすめなんですね。はい。僕も、7ヶ月の霊性開花講座っていうのを行っています。はい。僕とですね、マンツーマンでいろいろ7ヶ月間、自分を見て、そしていろんな情報を得て、自分をブラッシュアップしていくという期間になりますので、興味ある方はぜひ概要欄からホームページを見ていただきたいと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな？それではまたお会いしましょう。さよなら。